今回は、バックハンドストロークの、構え方、バックスイングの仕方について、お話しします。以前フォアハンドのバックスイングの時の動画で、左手でこうフレームの上の方を持つようにというふうに、説明していたと思います。これは両手バックだろうが片手バックだろうが関係なくここを持つようにというふうに説明していたと思います。で、フォアのグリップと、左手はフレームのところを持ったこの状態からのスタートということにします。なぜフォアからかというとグリップチェンジまで伝えたいのでここからやるようにしてください。まずバック側に球を打たれたら、左の股関節フォアの時は右側を畳むっていうふうに言ったんですけど、バックの時は左側を畳んで、それから左足をコートに対して後方に後ろ側に持っていくようにしてください。でこの時、順番は、左股関節をまず畳む。この時は足まだそのままです。畳んだ後に左足を浮かせて後ろに持ってってください。真横から見てみると、ここを畳むとこの体よりも腰が後ろに行くと思うんですよね。左腰が後ろに行く。ここからこっち後ろに行く。で後ろに行った後に、左足を浮かせてコート後方後ろ側に持っていくようにしてください。こっちです。こっからこっちこっちで、この時つま先は、コート左向きから、ちょっと斜め後ろ、左斜め後ろ向きになっても OK です。こっからこの踏み替えは少しこう足が開くぐらいの感じになってもいいです。これ逆に横向きよりも斜め前にはしてほしくないんですよね。前にするとちょっと右足が左斜め前には出にくいんですよね。これ試していただければ分かるんですけども、ここからつま先をガッと開いて後ろに持ってって、でそれからこっちの足って意外と前に出るんですよね。だけどこの足がつま先があんまりターンせずに斜め前斜め左前向いたまんまで右足を同じ方向に出そうとすると全然出ないんですよね。こっから斜め前向いた状態で斜め前に右足を出そうとするとすごい窮屈なんですよね。もう詰まってますからね。これで一回ロックがかかっちゃうんですよね。これロックをここで外しといて、でそれからいけると足がすごく広がるんで、これはこの足がすごくバックハンドは大事になるので、ここはちょっと素振りというか、ラケット持たなくてもいいんで、こういう動きはずっとやってた方がいい。ちょっとこれだけしっかり押さえておいた方がいいです。で、この足の特徴としてはターンして後ろに行きますよね。でこの時に膝の場所と股関節の場所、これがズレがある方がいいですからね。間違ったのはターンして後ろに行くんだけどここに乗ったらダメなんですよね。ここにスコーンと乗ったらダメです。これはこの開きがないとダメですからね。こことこの違いがないと。それから行くようにしてください。後ろには足を出すんだけど体重が完全にグーッとかからない。こうすると逆にまたこっちが出ないんですよね。右足が出せない。このズレが大事ですからね。こことこのズレがこっちの足を自由に出してくれるんでもう一回いきますね。これからこっちになります。で、その時フォアのグリップであった状態だと思うんで、これをグリップをここで変えます。グリップを今変えてます。グリップを今変えてます。正面からいきますね。フォアのグリップで持ってます。左股関節をターンしながらこっちに向く時に左手でこっちに押し込むようにしてくれるとグリップが変わるんですよね。この動き分かるかな。これ今右手は掴んだらダメですよ。右手はちょっと指を浮かせるぐらいの感じでこうずらしてあげないといけないですからね。本当にこう動かす必要はないんですけど、この時でこのままターンしてください。でまだラケットはカメラの方に今向いてますよね。前向きでいってバックだと思ってターンして、この時まだラケットフェースはカメラの方にあります。ターンして踏み替えてもまだある。で次右足を踏み出す時にラケットを引くようにしてください。
この辺をちょっと見てほしいですね。まだラケット引いてない。でもグリップチェンジはしてる。この状態に持ってきたいですね。ターンしてこう。で、移動があるときは、この状態から移動して、それからラケット引くようにしてください。移動はここで移動するようにね。この時、よく間違ったというか、一般テニススクールのコーチなんかが、ターンと同時にラケット引けっていう人がいるんですけど、これはしないようにしてくださいね。こうしないように。これは比べてみたら分かると思うんですけど、これやるとすごい移動しにくいんですよね。両腕がここに来た状態ですごく移動しにくくて、体も横向きになりにくいんですよね。移動してる最中。手を前に置いておいて体だけ横向きになってる方が移動しやすいんですよね。足が使いやすい。でもこれこっち行ったら、やってみたら分かると思うんだけど、両方とも詰まってるんですよね。この状態のまま移動というのはしんどいですからね。違いをちょっと皆さんもやっていただいて、これとこの状態とこの状態での動きの違い。もう肩が制限されてるから足元も制限されるという状態になってくると思います。ここは腕自由ですからね、自由。それから引けば、フォアハンドは早く引かないという、ターンと同時に引く。で、球が落ちる前にバックスイング完了するというふうにフォアの方は説明していたと思います。で、バックハンドはなんでここに置いといていいのかというと、一番簡単に考えられるのは両手で持ってるからです。片手にしろ、両手打ちにしろ、ターンしてここまでは両手で持って、でこの辺りも片手の人は両手で持ってますよね。両手の打ちの人はここからずっともう両手なんですけど、片手打ちの人もこの辺までは大体持ってるはずなんですよね。ここから離していくってことは多分ないと思うんで、大体両手行って離すと思うんで、両手でこの 300g ぐらいのを持ってるんで、間に合わないってことはないんですよね。それよりも動きやすさがいいですよね。足の動きやすさ、股関節の動きやすさと両肩のこの余裕があって入れれば、不良遅れはないと思います。で、もう一つの理由としては、フォア側って引いて出すっていうこの辺が急激になってくると、ひっくり返るとこの手が良くないんですよね。バックはそれがないんですよね。ひっくり返らないんですよ。こっち逆だからね。その辺の違いですよね。その2つで考えていただければいいと思うんですよ。他もいろいろちょっとあるんですけども、フォアは早くしてちょっとこの辺で間があった方がひっくり返りにくくてスタートできる。元から回す人はダメなんですけどね、ひっくり返るんで。3割3割の場合は早く引いてこの辺をゆっくりさせると、この重みが下のまんまの手から触りにいけるってこと。でもこれここを急ぐとなんかラケットの重みに負けてひっくり返されるんですよね。この重みに負けてこの手になってくる。どうしてもこれが言うこと聞かないんですよね。なんでこのポジションにさせたくないっていうのがあります、フォアの方は。だから早く引いた方がいい。バックの方はこっちなんで、全然これって急いだところで別に何にも面に影響しないというか、うまくいくんですよね。ぐらっとはならないんで、これが急いだからってこうなる人っていないんですよね。フォアはこうなる人いるけど、バックはこうなる人っていないんですよね。大体そのまま、急いでもそのまま行くんで、だからこの辺で止める必要はないですね。バックスイングした時に、両手打ちも片手打ちも止めない方がいいですね。止まっていいのはここだと思います。だから要するに間を取っていいのはスタートのターンしたここですね。この時は間を取って、それから内に入るといいと思います。でバックハンドはこうやってターンするんですけれども、もし球が遠い場合、ターンして球が遠い場合はちょっと腕の動き見てくださいね。こういう腕になってくると思います。見えました？左腰ターンして、球が遠いと思ったらこっちに、こういう動きになってくると思います。移動しながらね、ターンしてこっちから入る。
これこれも両手も片手も同じで、片手のスライスも同じようにできますからね。で間違えてほしくないのは、ターンしてこっち行ったらダメですよ。自分がこっちに行くんですからね。わかります？ターンして腰をターンしながら引いて、でこっちに行く、こう入っていくのであって、移動してないのにポコンとこっちに、コートに対して右方向に、後ろ方向にこう、自分に対して後ろ方向にこうポンと上がらないように、肘がここにあって、ここに肘があって、自分がこっちですからね。こう入って打つ。多分こういう動きもプロの選手の試合なんか見てたらよくあると思うんですよね。こうやってやってる動き、バックハンド強い人の特徴でもありますよね。こっからスタートこっから入るっていうのがですね、ボレーでやる人もいますよね。こっからこの動きというのはすごく便利というか楽になりますね。なぜならバックスイングのスタートをここにできるから。ここがバックスイングにできるんですよね。ここが一番バックスイングの完了の時点。あとはもうずっと中間地点。間を取るのもここなんだよね。ここでこうやっといて、それから一気に全部スタートできるんで、でこれって結構やってる人からすると当たり前すぎて気づかない時が多いですね。だから、プロなんかでもこうやってる人いるんだけど、こう教える人がいなくてですね、自分がこうやってるのに生徒にこう教える人多いですよね。あれ全然動き見えてないんだなっていうのはちょっとよく分かってしまって残念なんですけれども、その辺ちょっと上手い方たちも自分の動きを動画撮ってですね、でしっかり研究されるといいと思います。実際こんなやって弾いてない、ちょっとずらしていつもやってるっていうのに気づいてほしいですね。これやる人はもうこればっかしですね。これ楽なんで。だからもう相手の球は速かろうが何しようが全部こっからこうやりますよね。サーブのリターンとかでもね、こう引いてやらずにもうこっからやりますよね。これ教えてる人ってどのぐらいいるのかなと思いますね。やってるプロ結構いるのに、これをここが見えないっていうのはちょっとすごく残念というかもったいないところであるので、皆さんコーチ側の方もですね、ぜひこう一回こう意識的にやってみて、あ、そういや自分もやってるなーっていうの気づいてほしいですね。大体上手い人はみんなやってます。上手い人こうする人いないです。一緒にこうやってていないです。やってるように見えてちょっとずらしてやってますよ、みんな。必ずこのターンがちょっと速くてやってますからね。でその辺スーパースローかなんかで見るとよくわかると思います。で、両手打ちの人はグリップチェンジしてで後ろに行った後に手を落として、それから打ってください。こっちに行ったら落として打つ。これほとんど時間かかんないと思います。力もいらないし、落とすだけなんでね。でなんで両手打ちの人はこっちで持ってるかというと、片手のスライスもできるようにしたいんですよね。ドロップショットだったり、こっちからターンしてこのままちょっとスライスでドロップショットを打ったり、苦しい時に使えたりっていうことを考えるとですね、ここを持つよりはこっちの方がいいです。で基本的にここはあんまり持ってほしくないんですよね。これ両手が近すぎるんですよね。何か手を縛られて動くのとちょっと離れておいて動くのって全然肩の可動域が違うんですよね。で肩の可動域が違くなると、股関節の動きも全然違ってくるんで、だからあんまり左手でグリップは持ってほしくないです。フォアも大体この辺でこのぐらいの距離を守って、バックもこのぐらいの距離を守って、で打つ時はちょっと仕方なくこの辺持ってもらって、打ったらすぐやめるっていうのがいいと思います。バックハンドに関してはですね、2種類バックスイングまでの動きというのがあって、で今のちょっとオーソドックスというか私の教室ではまずこれを教えます。で、もう一つ違う動きもあるので、それはちょっといつか次の動画とかで、お伝えできればと思います。大体2種類です。2種類でなんとかなるように、合わせてます。1種類だとちょっと
うまくいかないというか、都合が悪い人がいるので、2種類、教えるようにしてます。で、他にもちょっといろいろ細かくはあるんですけども、大体2種類でまとめてるので、そちらは今度、今度といってもいつになるか分かんないですけど、あげる予定ではあるので、少々お待ちください。今回は以上です。